今日は激しさを強調したロック、メタルのスタイルを解説していくよ。100回以上スタイル解説をしてるけど、メタルをテーマにしたのは今回が初めて。ロックやハードコアの解説動画でメタルに触れたことは何回もあるけどね。日本ではハードロック、ヘビーメタルという表記をするように、ハードロックとメタルは近い関係の音楽。ただこれは日本だけの呼び方で、ハードロックとメタルは別のジャンルだよ。ロックとメタルの差の一つは、メタルの方が音の攻撃性が強いこと。ギターはより歪んだ重い音になり、ボーカルはシャウトが使われやすい。それとロックはアメリカ生まれの音楽、メタルはイギリス生まれという差もあるね。ロックはアメリカの古い音楽、特にブルースの影響が強い音楽だけど、メタルはヨーロッパの古い音楽、クラシックや西洋民族音楽の影響が強い。動画の前半はメロディー要素の強い、比較的聴きやすいメタルを紹介していくよ。パワーメタルはメロディアスで壮大な雰囲気が特徴のメタル。神話などのファンタジー世界をテーマにした音楽が多いジャンルだね。激しい音もあまり使われないので、メタルの中では聴きやすいジャンルかな。ただもちろんロック系の曲よりはギターやドラムの音は激しくなるよ。バイキングメタルは北欧の民族である。バイキングをテーマにしたメタル、かなり民族音楽的な要素が強く、民族楽器や民族風コーラスが使われるよ。そんなに確率は高くないけど、8分の6拍子になることもあるよ。ポストメタルはエフェクトを多用する幻想的な雰囲気が特徴のメタルだよ。シューゲイザーと似た音楽の方向性なので、メタルゲイズと呼ばれることもある。ただシューゲイザーの弱いボーカルと違って、ポストメタルは激しいボーカルになるよ。それじゃこの3種類のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてみよう。メロディアスなメタルのスタイルがどんな曲を生成するか聞いてみたよ。メロディー要素が強く激しさは控えめだから使いやすいスタイルだと思うよ。とはいえメタルらしい激しさもある。使うときはその点に注意した方がいいね。もっと激しさを弱めたいならメタルよりロック系のスタイルを使った方がいいよ。動画の後半ではダークな雰囲気が強いメタルのスタイルを紹介していくよ。
ニューメタルは21世紀に流行したメタルの中では比較的新しいジャンル。ヒップホップの影響を受けていて、リズムがヒップホップらしくなったり、テンポもヒップホップに近くなる。スクラッチなどの DJ 要素も入るよ。メロディ要素は弱いけど激しさもない、派手な要素の少ない硬派なメタルだね。フューネラルドゥームは非常に遅いテンポと暗い雰囲気が特徴のメタル。超スローでメタルの激しい音を演奏する面白い特徴のある音楽だね。ドゥームメタルから派生した音楽だけど、ドゥームメタルよりさらにテンポは遅い。ブラックメタルは今回紹介するメタルの中では一番激しい音楽かな。ハードコア系の音楽に近いテンポと激しく歪んだ音と高速のドラムが特徴。ホラー系の雰囲気のメロディーが多用されるという特徴もあるね。それじゃこの3種類のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてみよう。ダークなメタルのスタイルがどんな曲を生成するか聞いてみたよ。ブラックメタルは今回紹介した中では圧倒的に激しいメタルだと思うけど、ハードコアパンク系のスタイルならこれ以上激しいスタイルもいくつかあるよ。さらに激しさを追求したいのであればハードコア系スタイルを使うといいね。つまりメタル系のスタイルはロック系よりは激しくしたいけどハードコアよりは激しくしたくない、そんな時に使えるスタイルだと言えるかな。まあ要するに今回紹介したような激しさの曲を作りたい時におすすめだね。それとロックやハードコアと比較してメタルは民族音楽系の曲と相性がいい。民族音楽系の曲が好きな人はメタルを使ってみても面白いと思うよ。それじゃまたね。